こんにちは。今回は、日産ノートとオーラのオーテック仕様について、何がどう違うのか見ていきたいと思います。それでは、いきます。Now loading。まず、オーテックってどんな種類があるのか、気になる方もいらっしゃると思うので解説すると、日産ノートにおいては、オーテッククロスオーバーとオーテッククロスオーバー4の2種類が存在しています。オーテッククロスオーバーが2輪駆動で、オーテッククロスオーバー4が4輪駆動となっていました。一方で日産オーラの場合は、二輪駆動はオーテックという名前になっていて、四輪駆動の場合は、オーテック4になっていました。日産のノートオーラどちらも、オーテック仕様は二輪駆動と四輪駆動で2種類あることが分かりましたね。価格比率をグラフでまとめてみると、このようになりました。このグラフは、縦軸が車両価格、横軸がグレードを示しています。ノートのオーテッククロスオーバー4とオーラのオーテックを比較してみると、価格差はなんとたったの13,200円。なので、もしかすると、日産ノートがいいのか、オーラがいいのか迷ってる方はいらっしゃるかもしれませんね。ということでまず、フロントフェイスからそれぞれ比較していきたいと思います。まず、こちらが日産ノートオーテッククロスオーバーですね。そして、こちらが日産オーラのオーテックです。それぞれ横並びにさせてみると、このようになります。どちらの車両もフロントグリルはドット柄ですが、オーラはダークメタルグレーで少し暗めなカラーでした。また、マイナーチェンジ後に採用されたアクセントデザインについては、日産ノートはメッキ処理、日産オーラはシルバー塗装されています。ヘッドランプは、日産オーラの方が細めランプになっていますね。またハザードランプの点灯場所は、日産ノートオーテッククロスオーバーは中央寄りになっています。一方で、日産オーラの場合は、このヘッドランプの下の細いラインがオレンジ色に点灯します。またボンネットの折れ目ラインとフロントグリルとのつなぎを見てみると、日産ノートは、グリルの分割性に合わせて、ボンネットラインをつなげているので、少しスリムな見た目になっていますが、日産オーラの場合はフロントグリルまではラインを合わせていないので、少しワイドな車両に見えるのが、見どころですね。フロントロアのグリルの形状も少し違いがあって、ノートは横長のグリルがついて、オーラは縦長のグリルになっています。フロントプロテクターは、日産ノートはシルバー塗装されてはいますが、艶がないですね。一方で、日産ノートオーテックは、艶ありのシルバー塗装になっています。では、少し近づいてみてみましょう。こちらが、日産ノートのオーテッククロスオーバーです。ロアのグリルも艶がなく、マットな見た目になっていますね。それでこちらが、日産オーラオーテックです。ブラック塗装で艶ありなので、深みのあるデザインだと私は感じました。フロントグリルの黒艶と同じ見た目になっているので、統一感がありますね。そして、エンブレム周りを見てみると、日産ノートの場合は、エンブレムとカメラが一体になっていますね。オーラはエンブレムとカメラが別々装着されています。では、続いて、ホイール周りを見ていきたいと思います。日産ノートオーテッククロスオーバーでは、ホイールアーチトリムがついていますね。ホイールの柄に合わせて、ホイールアーチトリムの上部が少しくぼんでいると思ったのですが、どうやら、こちらにはホイールアーチデカールと呼ばれるロゴが付けられるようですね。このホイールは専用16インチアルミホイールとなっていて、クロスオーバーとしての力強さを表現するためのデザインのようです。そういえば、エクストレイルのエクストリーム X も、似たような力強さの感じられるホイールでしたね。そして、こちらがオーラのホイールになりますが、ディスクの本数が多くて、非常に高級感の感じられるホイールに仕上がっていますね。こちらは専用の17インチのアルミホイールのようです。日産ノートよりも1インチだけホイールが大きいことがわかりました。また、ホイールアーチトリムは、ついていないこともわかります。また周辺の部品に関しても、日産ノートでは、ところどころに樹脂部品が採用されていましたが、日産オーラの場合は、ホイール周り全体を艶が出るようにしっかり塗装していて、上質を意識した作りになっていることが伺えました。これらのことから、日産ノートオーテッククロスオーバーは、SUV を意識したようなデザインで、上質さというよりも力強さを強調させているように感じますね。サイドから全体を比較してみると、このようになりますね。ここで、一旦、アイスブレイクですが、車両寸法の比較も行っていきたいと思います。まず、日産ノートの通常グレードとオーテックグレードを比較してみます。すると、オーテックは、全長が50ミリほど長くなっていることがわかりました。車幅も5ミリですが、広くなっていますね。これはおそらく、通常の日産ノート X グレードでは、ホイールアーチトリムがついていないので、ホイールアーチトリムの高さが、車幅に効いてきてるのだと思います。
そうすると、車幅5ミリアップなので、2.5ミリの高さのついたホイールアーチトリムがついたということがわかります。前高も20ミリだけアップしていますね。タイヤサイズが違って前高変わったのかと思いましたが、タイヤサイズは同じでした。では、続いて、オーラも比較してみたいと思います。出ました。オーラも通常グレードとオーテックで、全長が変わっていることがわかりました。ただ、こうして見てみると、日産ノートオーテッククロスオーバーの方が全長がやや長いんですね。では、最後にノートとオーラのオーテック同士で比較します。全長においては、先ほど話した通りオーテッククロスオーバーの方が長くなっています。前幅はオーラの方が大きいですね。では、続いて、リアの比較をしてみたいと思います。ロアには、シルバーリアプロテクターがついています。その下には、ホイールアーチトリムにもあったブラックの樹脂プロテクターがついています。一方で、オーラオーテックについては、そのブラックの樹脂プレートはついていなくて、ツヤのあるリアプロテクターがついています。オーラについては、もはやプロテクターというよりも、フィニッシャーのような見え方をしていますが、日産ノートと同じプロテクターとしての役目を持っているようですね。では、次に、内装を比較してみたいと思います。まず、ドア周りから比較していきますね。こちらが日産ノートオーテッククロスオーバー。こちらが日産オーラオーテックです。違いは、3点ありますね。一つは、ライン照明が、オーラではついています。続いて、アームレスト横が合皮になっていますね。日産ノートの場合は、合皮ではなく、ファブリック素材になっていましたね。ただし、アームレストに関しては、オーラ同様、合皮が使われています。そして、日産オーラでは、坊主製のスピーカーが付けられます。ただし、日産ノートでは、オプションでも坊主製のスピーカーを付けられないようです。そのスピーカーの件に関して言うと、日産ノートでは、ツイーターも付かないようで A ピラーにグリルの穴が付いていませんね。次に、ダッシュボード周りを見てみると、ノートでは、ダッシュボードに硬い樹脂部品が付いていて、木目フィニッシャーはブラウン色ですね。運転席側のベンチレーターの上も樹脂になっていました。一方で、オーラに関して言うと、ダッシュボードに、青いステッチ付きの合皮が付いていました。すごく肌触りが良くてスベスベしていました。その下に付いている木目フィニッシャーは、少し青みがかった色味になっていましたね。もちろん、この合皮は、ドライバー席側のベンチレーター上にも装備されていました。続いて、ノートのシートを見ていきます。まず、ヘッドレストに坊主製のスピーカーが付いていないです。その代わりヘッドレストの形状がややスリムになっていて、また、下端部が凸形状になっていて、スタイリッシュな形状になっていました。そして、シートには刺繍が付いていて、オーテックだけでなく、クロスオーバーという文字も使用されていました。シートの座面と背面には耐久性と耐水性に優れたシート地になっているようです。見た目に反して、意外と触ってみるとサラサラしていて、触り心地は良かったんですよね。こちらが日産オーラのシートですが、坊主スピーカーが付いているため、ヘッドレストは大きめです。オーテックの刺繍が付いていますね。シートの背面と座面は、本革レザーが使われていました。本革シートにしたい方は、オーラの方がおすすめですね。あまり飾り気がないですが、言い方を変えればシンプルで、一般受けしやすい見た目になっていることがわかります。表面の触り心地は、ややゴツゴツ感はあります。そういえば、伝え忘れてましたが、オーラは電動シートになっていて、シートの鉄部分を内張りでカバーしていました。この辺りですね。日産ノートの場合は、ラチェットタイプのシートになっていて、この鉄部品も内張りでカバーされていませんでした。いかがでしたでしょうか？他にもオーテック専用アクセサリーも存在するので、気になる方は、ぜひコメント欄にある私のコメントのリンクを見てみてくださいね。それでは、また。